バレちゃったか。暗闇から聞こえてきたのは彼女の含み笑い。彼女との初めての夜だが、そっと触れた肌には奇妙な感触が。驚いて手を引っ込めた俺は、彼女から笑われる。え？どういうことなの？それでも好奇心を抑えきれずに尋ねる俺。好奇心は身を滅ぼすよ。彼女は目を細める。獲物を狙う猫か獣のような瞳。そして彼女はゆっくりと肌を俺に見せた。あの時の彼女は本当に綺麗で、10年経った今でも思い出してしまう。出て行ってください。そして私を傷つけたことを後悔してください。俺は倉田二郎。当時俺は36歳になったばかり。仕事は製薬会社の営業マンで、自慢じゃないけどトップの成績だった。妻のよしこの実家は人気の開業医。義父に見込まれてのお見合い結婚だったが、断る理由も特段なかった。会社の上層部はお得意先との良縁を喜んでくれたが、同時に同僚から少なくない嫉妬をぶつけられるレベルの結婚ではあった。結婚した後、俺は雑音を跳ねのけるため、今まで以上に仕事に打ち込んだ。ただ、そんな俺を快く思わない奴がすぐ近くにいるとは想像できなかった。昇進のチャンスを虎視眈々と狙う同僚はたくさんいる。上層部にも目に見えない派閥が無数に存在する。売上や担当する病院の規模で、いかに社内で目立ち、勢いのある派閥に属するかが、上層部の好感を手に入れるキーだった。ただ俺は正直そんなことには興味がなかった。ただただ純粋に会社の製品を通して患者さんの役に立ちたかったのだ。綺麗事ではない。小児がんで早生した妹だって今ならその治療薬がある。時代が時代なら妹は助かったはずなのだ。だからこそ俺は薬の持つ力を信じていた。薬は人々の生活に必要なものだ。俺は薬というものを通じて患者さんに貢献してきた。この仕事が好きで誇りも持っている。しかし、順風満帆に思えた俺の将来は突然曇ってしまう。それは多大な費用を投じて開発された新薬が発売されたことが発端だった。うちのチームでこの新薬のセールスを全国1位にする。上司はそんな風に意気込んでいた。営業会議でも担当病院での早期採用を強く依頼していた。俺のチームでは俺が担当している病院が最も大きく影響力もある。そしてこのエリアの先生方は俺の担当病院で採用していなければなかなか新薬を使おうとしない。だが新薬に関しては安全性を考慮すべく一定の期間を置いて使いたいという先生もいるのだ。しかし俺はかなり強引な形で担当の先生に営業を進めた。この病院の外科部長は実は上司と仲がいい。表向きは俺の担当だが、上司からの提案で役割分担を行っていたのだ。上司は外科部長に新薬の使用を促す。この頃はまだ製薬会社による接待も横行していたから、上司は外科部長としょっちゅう俺の交際費で飲みに行ってもいた。この新薬は他の薬の効果が不十分な時にも効果を発揮できる素晴らしいものだ。
だからこそ困っている患者さんに使用を検討してもらいたかったのだが、実は注意点も存在している。当然だが、ほとんどの薬には使用上の注意がある。副作用が懸念される薬には、絶対服用すべきではない患者さんがいるのだ。この時上司は何を思ったのか、適正使用を促さなかった。その結果、外科部長は使ってはいけない患者さんに投薬するという最悪の事態を起こす。当然、重大な副作用が発生した。これは薬剤部も気づくことなく起こった失態。副作用の報告を受けた俺は病院に急ぎ、情報収集と症例の聞き取りを行った。そして俺は愕然とする。絶対に投与されてはいけない類の患者さんだったことに加えて、処方した医師が何も知らなかったからだ。この時俺は上司と担当を分担したことを強く後悔した。顔面蒼白になった上司は問題のすべてを部下の俺に押し付ける。社内的に病院の担当者名は俺だったし、交際費の稟議書もすべて俺の名前で通っていた。重役に呼び出された俺は、書類と領収書を突き出されて詰問される。事情を何度説明しても聞き入れてはもらえない。俺を詰問する重役の横には、問題の発端である上司がふんぞり返っていたが、それが虚勢であることは明らかだった。その指先は小刻みに揺れていたからだ。人の暗部を目の当たりにした俺は、数字に縛られるだけの生活が一気に嫌になった。だから俺は、全部俺の一存です、と重役に返す。そうして責任を取って辞職するとも告げた。少しは引き止められるだろうと思ったが、そんなことはなく、俺はその後退職。貯金もあるし、先のことはどうにでもなるだろう。俺はそんな風に思っていたが、自宅に帰るなり、妻が鬼の形相で俺を出迎えた。早くも義父に連絡が行ったらしく、俺は仕事を辞めたことを玄関先で罵倒される。妻の手には離婚届が握られていた。用意の周到さに思わず吹き出しそうになってしまった。利用価値ゼロの夫とは離婚するに限る。そんな風な助言が義父からあったのかもしれない。何もかも面倒になった俺は、その場で離婚届にサインした。自宅は妻が義父からプレゼントされたもの。だから俺は、行き先が決まったら連絡するとだけ言い残して立ち去った。二度と戻れないとは分かっていたが、不思議と未練は感じない。もしも妻が少しでも離婚届の受け取りをためらったら、俺は泣きながら謝ったかもしれない。しかし現実には奪い取るように受け取り、その後、汚物を見るような視線を浴びせてきた。要するに、俺の稼ぎと肩書きだけが妻にとって必要なものだったのだ。うすうす気づいてはいたが、笑ってしまいそうだ。俺は翌日から住む場所を探した。しかし、無職ゆえに、不動産屋に行っても冷たくあしらわれる。所得証明を持参しても無駄だった。これはまずい。そう察した俺は、不動産関係の仕事をしている古くからの友人に相談する。友人は、俺からの連絡に驚き、そして呆れた。まあ、お前ってそういうやつだよな。しかし彼は、呆れながらもそういう風に言ってくれた。そして、3分待てと言われる。
3分後、アパートが見つかったのですぐに来いとの連絡。慌てて住所をメモして電話を切った俺は指示された場所に急ぐ。そこに立っていたのは古めかしい洋館だった。大家さんがいるから話をしろ。そんな風に言われていたから俺はごめんくださいとドアに向かって叫ぶ。すると廊下の奥から足音が聞こえてきて中から女性が現れた。若く美しい女性だった。今日から住む人でしたっけ？私が大家の三枝です。よろしくお願いします。そう言って差し出された右手を俺は握り返す。細い手からはひんやりした感触。彼女の名前は三枝さん。驚くべきことに、この洋館のようなアパートは女性ばかり住んでいるという。そして敷金と礼金は必要ないから力仕事を頼みたいと三枝さんは言った。俺で役に立てることがあるなら。じゃあ契約成立で。続いて三枝さんは鍵を差し出しながら、以前は製薬会社にお勤めと聞きましたと聞いてくる。友人から聞いたのだろうか。はい、長年勤めていたんですが、先日辞めました。退職した途端に離婚を告げられたと続けると、三枝さんは爆笑してしまう。しかし、そのまま家を出た件を聞くと、さすがに驚いたようだ。まあ、やり直すことは悪いことじゃないと思います。そう語る三枝さんの笑顔は、なんだか眩しかった。早めに仕事を見つけますから。気にしなくていいですよ。こうして、俺の新生活が始まった。このアパートには多種多様な人間がいた。シングルマザー、学生、小説家、ご主人の DV から逃げてきた女性。そんな人たちから頼りにしていると言われるものだから、腕っぷしに自信のない俺は震えるしかなかった。ただ、住人はみんな気さくで、俺の離婚なんて何も気にしないような人たちだった。やがて俺は三枝さんのことを少しずつ知っていく。彼女は今30歳。そして夫に先立たれた未亡児。このアパートはジップのものを継いだという。また彼女の亡くなった夫は医師だったらしい。狭い世界だ。もしかしたらどこかでニアミスしたことがあったのかもしれない。やがて俺は近所の書店でアルバイトとして働き始めた。可能なら正社員として働きたかったが、今は自由に時間を使えるアルバイトを選んだ。アパートでの力作業は結構な量があり、バイトが終わった後は簡単な修繕まで俺は行うようになった。三枝さんは時折夕飯のおかずを分けてくれたり、趣味で作ったパンを渡してくれる。接する時間が増えるにつれて、俺は彼女に惹かれていった。また、三枝さんは、さりげない形ではあるが、アパートの人たちを助けてもいた。廊下はいつも綺麗で、古い洋館なのに住み心地は快適。三枝さんが綺麗に磨いているからだ。また、三枝さんは、シングルマザーの家庭の子供たちの宿題を見てもいる。俺が彼女に惹かれるように、彼女も俺に興味を持っているようだった。以前の仕事についていろいろ聞きたがったり、バイト先の書店によく顔を出してくれたり。そのうち俺たちは一緒に食事をする仲となった。そして
お互いに距離を縮め合った末、彼女の部屋に泊まることに。俺は暗闇で彼女の肌に初めて触れた。いつ見ても美しいあのひんやりした肌に。しかし俺はその肌に違和感を覚えて手を引っ込めてしまう。不思議な感触。これは一体何だ？ごめんなさいね。そんな俺を見て、三枝さんは笑う。どういうこと？年上の余裕をすっかりなくしてしまった俺。それでも動揺しながら三枝さんに問う。好奇心は身を滅ぼすよ。一方、三枝さんは目を細めた。後悔しない？そして自分の肌を見せてくる。そこにあったのは無数の手術跡だ。かなりの大怪我だったようで、全身に傷が走っている。だから後悔するって言ったでしょ？あなたは私に触れることはできません。思わず言葉を失った俺を、三枝さんは面白そうに見ている。あなたが私に触れることは許されない。そして彼女はゆっくりと出口を指さした。出て行ってください。そして私を傷つけたことを後悔してください。その口調は今まで聞いたこともないような冷たいもの。続いて有無を言わさず、三枝さんは俺をベッドから追い出した。その傷、どうして？俺の疑問を受けて、三枝さんは微笑した。三枝さんの夫は総合病院に勤める外科医だったそうだが、ある日、製薬会社との癒着を疑われ、担当するはずの手術を行えなくなった。代わりの医師が手術を行うが、その患者は死亡。もちろん癒着など行っていなかったが、三枝さんの夫は全責任を押し付けられて退職した。病院を去った後、ずっと落ち込んでいた夫は趣味の登山に行くと告げた。三枝さんはそれを聞いて安心したが、夫を見たのはこの時が最後だったという。下山予定を過ぎても帰ってくる気配のない夫。捜索活動の末、彼は雪山で亡くなっているのが見つかった。遺書は見当たらなかったそうだが、止めなかった責任を取ろうと崖から飛び降りた。その結果がこの大きな傷跡だという。まさか、その製薬会社って。俺には思い当たる節があった。少し上の先輩が起こした不祥事として聞いたことがある。正解。あなたが勤めていた会社です。何度も自分は無実だと証明してほしいとお願いしても、夫を門前払いした会社。三枝さんの声は喉から絞り出すかのようだった。俺が関係ないのは重々承知していたが、あの会社の営業職というだけで絶対に許せなかった。決して手に入らないものを前に傷つけばいいと思ったと彼女は笑った。ただ俺には泣いているようにしか見えなかった。自分が無茶苦茶なことをしているのが分かっているのだろう。ただ理屈はどうあれ、俺に制裁を加えたい気持ちがあったのは間違いない。彼女の中にはまだ亡くなった夫がいるのだ。三枝さんは夫の無念を抱えて生きていく。そのことを知った俺は背筋が寒くなった。たったそれだけのために俺の気を引いたのだろうか。今までいろいろとありがとうございました。明日出て行きます。
こんな場所にはもういられないと俺は判断した。長い人生の中で少しだけ休憩をさせてもらった。多分そういうことなのだろう。そうね。そうしてもらえると助かるわ。引き止めてくれるかと少しだけ期待したが無駄だった。三枝さんはそんなに甘い人間ではなく、最後まで俺に背を向けたままだった。次の日、俺は朝一番で不動産屋に駆け込んだ。そして新しいアパートを探したわけだが、今は無職ではないから、かろうじて部屋を借りることに成功する。荷物は多くなかったから、引っ越しも楽だった。人生の休息はもう終わり。このアパートを出たら仕事探しの始まりだ。書店のアルバイトも来月辞めると告げてきた。俺は住人たちに見送られてアパートを去る。三枝さんは最後の最後まで顔を出さなかったから、俺は住人の一人に鍵とお礼を書いたメモを渡した。彼女はメモを読んでくれるだろうか。いや、読まない。多分そんな気がした。翌月、俺は新しい仕事を見つけた。以前と同じ営業職だが、今回セールスするのは不動産。そう、あの不動産屋に俺は就職したのである。畑違いの仕事だから、毎日覚えることが盛りだくさん。ただ、充実した日々なのは事実だ。そして今日、やっと引っ越しにこぎつけた。引っ越すのは懐かしいあのアパート。俺は再び帰ってきたわけである。どの面下げて戻ってくるのかと思ったわ。三枝さんは両腕を組んで、玄関先で俺を待っていた。その口調は辛辣だが、瞳には穏やかな光が宿っている。最初からやり直してみたいと思って。そんな俺の言葉を受けて、三枝さんは呆れたように笑った。まずはお互いに自己紹介から始めましょう。俺はそう言ったが、三枝さんはなかなか取り合ってくれない。それでも何度かお願いして、ようやく了承してくれた。最初からやり直しても結局同じかもよ。それならそれでまたやり直します。三枝さんは俺の言葉を聞いて苦笑いしていた。いつか彼女の中で区切りがついたとき、三枝さんの隣に俺がいたら最高だと思う。もし三枝さんが別の男を選んだときは、精一杯強がっておめでとうと言ってやるつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。